皆さんごきげんよう、上川薫です。今回もウクライナ情勢の関連ニュースを取り扱っていきます。地上波の放送においてはほとんど取り上げられることのなくなってきているウクライナ情勢の関連ニュースなので、ぜひともこのチャンネルで情報を更新していってください。今回取り上げる話題としては、ロシアに対する制裁の効果がようやく少しずつ現れるようになってきています。また、ウクライナの戦場で様々な出来事が起こっているわけですが、そこから日本も学ぶべき点があることについても今回は取り上げていきましょう。今回取り上げる主な話題はこちらです。1、ロシアに対する制裁による打撃、ダイヤモンド輸出総額マイナス 36%。2、中国銀行の撤退の余波、ネットで中国製品が消えていくロシア。3、ロシアのミサイル攻撃、ウクライナ軍の空港直撃、戦闘機が破壊されてしまいました。ここから日本も学ぶ点があるので押さえておきましょう。ロシアは資源大国です。このことについては以前から何度となく述べてきました。エネルギー資源としては石油、天然ガス、そしてウランも取れます。そして鉱物資源についても豊富で様々な資源を採掘することが可能です。さらには広大な穀倉地も持っていますから、食料についても自活するだけではなく他の国に輸出することもできます。そうした意味でロシアというのはまともな政治家が指導者として立てば十分に国民生活を豊かにすることができます。ところがロシアにおいてはそうした国民を豊かにする方向ではなく、いかにして支配者が権力と富を私物化し、それによって自分の周りだけで支配体制を確立することに注力するのがこれまでの歴史でした。そうした背景としては、ロシアが多民族国家であり、力による支配がなければ簡単に分裂しかねないといった弱さも持っていることが原因だと言われています。現在のプーチン大統領もそのような歴史的な流れを受け継ぐ人物で、ロシアの大地がもたらす富をいかにして私物化をするかに力を注ぎ、それに伴って自分の協力者たちにもうまい汁を吸わせることによって政権を維持している人物です。ちなみに、ロシアによるウクライナ侵略以降においてよくフェイクニュースが流されるのですが、その中においては、ことさらウクライナの腐敗を取り上げて、ウクライナは支援に値しないといった言葉を投げかける人たちがいます。もちろんウクライナには不正腐敗といったものがあり、その点については日本よりもずっと問題が深刻です。しかし、ロシアと比較した場合においては、その腐敗度合いについてはかなりちんまりとしたものだと言えるでしょう。例えば、ロシアのプーチン大統領の場合だと、国民向けの姿としては、自分は非常に清貧な生活をしており、決して自分だけが富を握っているのではないといったことを広報しています。例えば、大統領としての給与は非常に低く抑えているといったことなどが挙げられます。しかし、ロシア国内の告発運動などをしていた人たちによれば、プーチン大統領やその取り巻きらがいかにして自分たちの国土から生まれる富を私物化し、それによって蓄えた莫大な富が何兆円にもなるということを問題視しています。ちょっと話がそれましたが、そのように様々な富の源泉があるロシアにおいて、鉱物資源の一つ、ダイヤモンドについてもロシアとしてはお金を稼げる資源の一つです。ところがこのダイヤモンドなのですが、ウクライナ侵略以後においては輸出総額が目立って減少し始めています。その主な要因の一つが制裁を見越したロシア産ダイヤモンドの輸入停滞です。EU プラス G7 各国においてはロシア産ダイヤモンドを使った装飾品の輸入販売などを禁止する制裁が発動されます。ダイヤモンドは別にロシア産だけではなくアフリカ大陸などでも産出する国はいくつもありますから、決してロシア産じゃなければダメだといったわけではありません。そうしたこともあって、いずれはロシア産だという理由だけでアメリカやヨーロッパ各国で売ることができないのであれば、わざわざ買う必要はないと買い付けそのものが減少しているのです。当然のように買い手がいなければその分だけ利益を上げることができないわけなので、これはロシアのダイヤモンド産業にとっては大きな打撃となっていきます。なお余談なのですが、ダイヤモンドについては現在は天然物だけではなく人工ダイヤモンドの製造能力についても年々品質向上が図られていますから、ダイヤモンドについてこれを資産だと考えて購入するのはやめておくべきでしょう。天然物と人工物のダイヤモンド、その差はほとんどなくなっていると言われていますし、これからも人工的な製造能力については向上し、さらには製造能力だけではなく、作るために必要なコストそのものも
いずれは下がっていくだろうと言われています。ですから、本当に石の一種としか考えられないぐらいに値段が下がった場合において、もはやそれは資産としては呼べないものとなるでしょう。ロシアは今後、制裁で売ることのできなくなった市場については諦めて、それ以外の国々、中国やもしくはオイルマネーの豊富な国々に対する販売などを強化するでしょう。しかし、これらの国々でもダイヤモンドよりはどちらかというと金が好まれる傾向にあり、ロシアとしては思うような回復は望めないかもしれません。次に、制裁の影響により中国の銀行がロシア市場から徐々に撤退をしていることをこれまで伝えてきました。その影響としてオンラインショップでの中国製品の購入ができなくなるといったことが現在ロシアのオンラインショッピングサイトで起こっているようです。ロシアによるウクライナ侵略に伴って欧米の企業が続々とロシア市場から撤退していきました。全ての企業ではありませんが、大手がどんどんとなくなることにより、ロシア市場は空白地帯となり、その空白に滑り込んできたのが中国企業です。中国としては少なくともロシア人たちが物を買おうとする意欲そのものはあるわけですから、市場を握ればそこからの売り上げは期待できたわけです。実際それによって中国企業のシェアは拡大していきました。ロシアによるウクライナ侵攻以降において、中国からロシアへと輸出する品目も総量も金額も大きくなっているのです。その分だけ中国にとってはロシアによるウクライナ侵略は儲け時だったというわけです。ところがこれに一石を投じるのがアメリカによる金融制裁で、ロシアとの関係があまりにも深く、軍事転用可能なものについての販売そして決済などを担っていた銀行などに対して金融制裁をかけました。これを見た中国の銀行が民生品として売っているものの中にも軍事転用可能なものがあれば、自分の銀行の決済の中に何かが混じっていれば、それに伴ってアメリカから目をつけられて制裁をかけられるかもしれない。そんなことはごめん被るというわけで、ルーブル決済について手を引くところが続々と登場しました。そのようにしてお金の決済が止まると、今度はビジネス上においても決済ができないんだったら商売どころじゃないよねといった形で、中国企業の商品販売についても連鎖的に止まり始めました。現在ロシア市場向けに商品を売っていたオンラインショッピングサイトにおいて、ロシア人が物を購入しようとしても販売停止、もしくはもうロシア国内の倉庫に行っている分だけしか売ってくれないといった形で、買おうと思っても買えないといった状況が発生しつつあるのです。なお、中国から直接購入することができないんだったら、カザフスタンなどの別の国からの迂回購入ができないかといったこともロシア人は試しているようなのですが、たとえ途中に別の国を挟んだとしても、最終的には決済の問題に引っかかる部分があって、直接の購入はできなくなっているそうです。今後はカザフスタンの代理購入者を通じて中国のショッピングサイトから物を購入してカザフスタンに届いたものをそこからまたカザフスタンからロシアへと送ってもらうといったようなかなりめんどくさいようなビジネスを利用しない限りは中国製品を買うことすらまともにできなくなってくるかもしれません。少なくとも中国の大手のショッピングサイトなどは続々とロシア市場からの撤退などを進めているようで、これからはアンダーグラウンドに活動するような企業や、もしくは第三国、アメリカからの制裁も怖くないよといったような、そんな企業経由でしか中国製品をロシアは買えなくなるかもしれません。なお、現在ロシアは多くの労働世代の男性が軍に引っ張られていて、それでいて軍需産業に対しても豊富な資金投入が行われ、多くの人々が雇われています。そのため全体傾向として労働者不足、それに伴う賃金の上昇といったものも起きているので、今ロシア本国にいる人たちは財布が潤っている状態です。そういった状況ですから、戦場に行っていない自分にとっては今の状況を好ましいと思っている人さえいるようです。しかし、戦争の長期化に伴って多くの人々が死傷し、そして制裁の悪影響といったものがじわじわと広がっていく状況は、ロシアの未来を削り取って今を過ごしているだけのようにしか私には見えません。あなたはどう思われるでしょうか。最後に、ロシアのミサイル攻撃について取り上げましょう。ウクライナ軍の空港をロシア軍のミサイル攻撃が襲いました。それに伴って戦闘機スフォーイ27が続き撃破されるといった被害が出ています。ウクライナ軍がドローンを使ってロシア軍の空港襲撃を行うのと同様に、ロシア軍もまた時たまミサイル攻撃をウクライナ軍の基地や
空港などに行います。どちらについても言えることなのですが、空港で非常に高額な兵器である戦闘機類が青空駐機されています。ですから一旦攻撃が通ってしまうと、それに伴う被害として何十億円単位の損害などが発生してしまうわけです。戦争状態にある両国にとってちょっと危機感が足りないんじゃないかなと思うわけですが、じゃあ日本の場合どうなのかと見た場合において、やはり日本においても非常に高額な戦闘機である F35 戦闘機がミサイル攻撃に備えた格納庫に収納されるでもなく、空港で並べて駐機されているといったことなども当たり前のような姿であり、残念ながら日本においても今のウクライナやロシアの無防備さを笑うことはちょっと難しいでしょう。日本は長い間戦争から遠ざかっている国です。直接的な戦闘を行ったのは第二次世界大戦を最後にして、それ以降については平和憲法を掲げ、そして自衛隊という軍隊ではない戦力を保持しているような状態です。そして近年においても中国の軍拡が明らかに猛烈な勢いで進んでいく中においても、日本の防衛予算は5兆円ちょっとの状態で、ほとんど微動だにしないような状態が20年以上続いてしまいました。その間装備品の価格も上昇し、様々なものをメンテナンス維持していくだけでも膨大なお金がかかるにもかかわらず、ほとんど予算の総額が増えなかった関係で、見た目上では物が揃っているんだけれども、しかし本当にこれで戦争できるのかといえば、かなり疑わしいといった状況を生み出してしまいました。例えばロシアによるウクライナ侵略はもう何年単位で行われているわけですが、日本の継戦能力は残念ながら非常に短期間でしか弾薬が持たないと言われていますし、今回取り上げたようなミサイル攻撃をされた場合においてどうなるのかについて対処がほとんどできていないと言われています。現在の岸田政権になってようやく防衛予算を増やすといったことが決定し、実際に予算としても確保されました。しかしこの20年間予算がほとんど動いてこなかった、その遅れを取り戻すだけでもまた何年もかかるでしょうから、最低限こうしたもしも攻撃されたらに対する防備というのは優先的に固めていってほしいものです。そうでなければ100億円を超えるような戦闘機が一夜にして何機も吹っ飛ぶなんてしまうような悪夢を見ることにもなってしまいかねないのですから。というわけで今回の動画はここまで。ロシアに対する制裁はこれまで何度となく、そして数度にわたって繰り返し行われてきました。その一つ一つについては決定的な打撃とは言えず、しかし制裁を重ねることによって複合的な効果によって徐々にロシアの収入源を痛めつけています。日本も加わる制裁においてより広く、そしてさらに多様にロシアに対する制裁を加えていくことはこれからも重要でしょう。そしてロシアによるウクライナ侵略で様々起こっている戦争の現実についても教訓を学び取って日本へと反映をしてほしいものです。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録してウクライナ情勢についての情報を更新していってください。そして役に立ったなと思われる方はぜひとも他の方にもお勧めしてください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。